夜食ってやばいっすよね。うわこんばんは、インドカリーコです。今日は真夜中のとろけるチーズキーマカレーを作っていこうと思います。はい、ただいまの時刻は、午後11時30分を回ったところでございますけども、今日はですね、夫が夜勤で家にいなくて、夕ご飯を作る必要性ないからぽやーって過ごしてましたら、こんな時間になってしまいました。ということで夕飯作ってないのでちょっとお腹が空いたのでカレーを作ろうと思います。なんでこれを作るかっていうと、インスタ見てたらですね、めちゃめちゃ美味しそうなね、原宿のね店舗のとろけるチーズキーマカレーが出てきまして、私もね店舗に行ったことあるんですけど、うわめっちゃ食べたいなー、でももう空いてないしなーってことで作ることにしました。早速作っていきましょう。まず用意していただくのは基本の玉ねぎ、トマト、にんにく、生姜ですね。玉ねぎ1個、トマトはね半分 100g ぐらいで、生姜はね1かけ分ぐらいなんだけど、にんにくはちょっとチーズと合わせたらやっぱりね、にんにくって最高じゃんということで、にんにくはちょっと多めの3かけ用意しました。全然1かけでも大丈夫です。でお肉はね、ちょっと冷凍してたお肉を解凍して 250g ぐらいひき肉使っていきます。キーマっていうのはインドのヒンディー語でひき肉っていう意味なので、ひき肉を使ったカレーのことですね。なのでひき肉を使っていきます。早速下準備です。まずみじん切りにします。生姜もにんにくも一挙にチョッパーでみじん切りにしていこうと思います。で、にんにくと生姜はチューブでも全然大丈夫、おろしチューブでも OK ですね。玉ねぎ炒める時に小さじ1杯ずつぐらい入れてあげれば大丈夫です。でもちょっと今日は生にんにく、生生姜がいっぱいあるので使っていこうと思います。今日のコメントのテーマは、皆さんのおすすめの背徳夜食飯教えてください。皆さんがそもそも夜食を食べるかどうかっていうところにもよると思うんですけど、今まで食べた夜食の中で一番染みたものでもいいです。うわー、五臓六腑に染みるわーみたいな夜食があったらぜひ私に教えてください。と言いますのも、私結構ね夜食初心者なんですよね。実は今のその夫と一緒に暮らすまで私夜食食べたことがほぼほぼなかったんですよ。母親がね、夜の8時以降に物を食べてはいけませんっていうタイプの人で、夜食を食べる文化に育ってこなかったんですね。ところがですね、今の夫と暮らし始めて、夫は普通に夜8時過ぎてもご飯食べるから、そこで夜にご飯食べていいんだみたいなね。夜食ってやばいっすよね。すごい美味しいんだよね。背徳感もあるからなのかな、わかんないけどめちゃめちゃ美味しいのあれ。ちょっとみじん切りにしてきます。何はともあるね。チョッパーに玉ねぎ、にんにく、生姜ね全部入れてあげて引っ張っていきます。これ最初の1投目が硬いのよね。こんな感じで引いていきます。20回30回ぐらい引いてあげると、結構綺麗な感じになりますね。細かすぎるペーストにしちゃうとビチャビチャと水が出ちゃうので、これぐらいで大丈夫です。続いてトマトはざく切りにしていきます。ちょっとご飯作るのめんどくさい時コンビニに買いに行ってもいいんだけどね、買いに行く方がねめんどくさいしお金がかかるのよ。結構私ケチだからね、家に食材ある時にあんまりね外に食べに行くの好きじゃないんですよね。あるなら作ればよくないみたいになっちゃうんですよね。しかも今日風邪気味でね、最近ちょっと外に出てないのでね、ハスキーボイスでお送りしてますけど、風邪をひいております。ということでね、風邪にはカレーがいいということで、こんな感じでもう全部材料の下準備が終わってしまいました。ということで炒めていきましょう。では炒めていきます。まずですね、サラダ油をフライパンに引きます。いつも通りですね。そしたらここにスパイスを入れていきます。カルダモンとクローブとシナモンですね。555で入れていきます。5粒5センチはね至って適当です。なんとなく5センチぐらい入れてあげれば OK。クローブとシナモンっていうのはね、風邪薬とかでよく入ってる組み合わせなんですよね。クローブはね、それこそ抗菌作用があるスパイスでもあるから、インドの歯磨き粉とかにも入っていることがあります。クローブは中国語漢方で言うと長寿、シナモンは
漢方でいうところの経費呼ばれてます。カレー作るって言いながら、もしかしたら私は今風邪薬を作っているのかもしれません。ホールスパイスは軽くね、弱火から中火ぐらいでね熱してあげて、カルダモンがこんな感じでぷくーって膨らんであげたら、ここにニンニクと生姜と玉ねぎを入れていきます。全部もう入れちゃって OK。 ちょっと生姜が切れてないやつがありますね。ニンニクと生姜はねもう同じタイミングで全然 OK です。でチューブ使ってる人は小さじ1杯ぐらいブチューってもう適当に出しちゃえば OK。 ニンニクと生姜なんてねもう本当にねいくらってもうまいから、もう本当にぶっちゃけね多くても全然問題ない。でこっからだいたい7分ぐらいですかね、7分8分ぐらい炒めて焦げ茶色になるまで炒めていきます。最初のうち玉ねぎ元気なんだけど、こうねだんだんしんなりしてきたら潰すようにして炒めていけば OK です。ということで頑張りましょう。はい、6分ほど炒めました。もうね結構ね茶色くなってきます。茶色くなってきたらこういう風にねちょっと押しつぶすようにして炒めてあげるといいと思います。水分をしっかりできながらこういう風に茶色く炒めることでめちゃめちゃね味に深みが出ます。焦げ付きそうになってきたらね火はね火力は落として全然大丈夫です。そしたらここにトマトを入れていきます。トマトはねちょっと多いと甘みが強すぎちゃうので100g 程度で大丈夫です。でトマト入れてあげたら少し火力を戻してあげて炒めていきます。いやーなんかね夜勤の話になるんだけど、夫がもともとその夜勤がある系の仕事で、付き合いたて当初はね夜勤はね寂しかったですね。なんか2年間ぐらい遠距離恋愛してたんで、たまに会える日も例えば夫が夜勤とかだと、丸々1日は少なくとも会えないんですよね。最初の付き合いたての頃とか遠距離恋愛してる時は寂しかったですね。でもね最近はねそうではなくなってきちゃってっていうのもあれなんですけど、結構夫が夜勤でいないとそれこそ夕飯作らなくてもいいし、なんか外遊びに行ってても帰らなくてもなんか大丈夫だしとか言ってめちゃめちゃね生活のスパイスになっております。私は結構夜が苦手なタイプの人間なので、本当夜勤してる人はすごいなって思いながらいつもね本当に日本を支えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。夜勤の話をしてるとねこんな感じでトマトも炒まってきますけど、ちょっとお腹空いてきちゃった。トマトはねちょっとしっかりめに炒めてあげて、こんな感じで水分を飛ばすようにしてあげて、皮がねちょっとしなしなってなるぐらいまで炒めてあげるとちょうどこう水分が飛んだような炒まり具合になるかな。こんな感じでいいでしょう。もう夜だしね、夜遅いしあんま長々と炒めてると本当にもう日付回っちゃうよ。ということでここにスパイスを入れていきます。スパイスは、弱火にして入れてください。クミン小さじ2、ちょっと多いな、ちょっと大さじ1ぐらい入れてるけどいいでしょう。コリアンダーも小さじ2、ターメリックは小さじ1/2、チリも小さじ1/2、お塩も小さじ1/2入れよう。今日はねチーズでまったりするからちょっとね多めに入れます。で大切なのはスパイスよりもお塩です。味が決まらない時、味を決めたい時はお塩で全て調整します。お塩だけはねきちんと測ってください。スパイスは適当で OK です。お塩は小さじ1杯入れます。そしたらこれを弱火でかき混ぜます。軽く混ぜ合わせる程度で OK です。ちょっと風邪ひいてる時って本当にねカレー食べた方がいいんだよねマジで。カレー食べると一気に良くなる。軽く混ぜたらここに豚肉ひき肉入れていきます。豚ひき肉じゃなくても全然 OK。 私はね結構ねキーマカレーはね合いびき肉が好きなんですよ。合いびき肉好きだから合いびき肉でよく作るんだけど、今日はちょっと冷凍庫に豚ひき肉しかなかったので豚ひき肉を使っています。でそこに仕上げのスパイスですね、カスリメティ、これもね1つまみ分ぐらい
1g ぐらいかな。 1g も入ってないね。 0.5g ぐらい入れます。そしたらこれをかき混ぜていきます。今日はねお水入れないで作ります。お水入れなくてもね十分美味しいカレーになるので、こんな感じでね、肉とさっき炒めたねスパイスを絡めるような感じでムラなく炒めていきます。火加減はね中火ぐらい、焦げないように炒めていきます。だいたい2分ぐらいでいい感じに炒まりますね。はい、こんな感じで炒めていったらもう完成ですよ。キーマカレーのいいところはこの煮込みの時間がないところですね。あっという間にもう炒めるだけでできちゃうので、もう玉ねぎ炒めさえできれば OK。 今日はね仕上げにレモンを入れていこうかなと思います。でレモン汁ですね。レモン汁を入れていきます。今日はちょっと上に濃厚なチーズクリームをのせるので、下に入れるカレーはさっぱりあっさりしていこうかなと。大さじ1杯入れていきます。まあレモン汁がどうしてもないよっていう人はヨーグルト大さじ1杯でもいいですけど、私は今日はねすっきりさっぱりあっさりしたいので、レモン汁ですね。そしたらレモン汁をねよくまんべんなく混ぜながら、ちょっとね火を通してあげるときつい酸味も飛んでくれるので、混ぜ合わせながら1分ぐらい混ぜ合わせていきます。今日久しぶりにカスリメティを使いましたけど、カスリメティはぶっちゃけ省略しても大丈夫です。あるとね一気に本格度が上がります。カスリメティっていうのは本当にインドカレーしか使わないスパイスなんだけど、まあ日本の和食でいうシソみたいな、なくても美味しいけどあったらめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。まあ仕上げに入れて少しだけ煮込んであげると香りが立ちます。はい、こんな感じでね十分ひき肉に火が通ったな、レモン汁も強い酸味が飛んだなと思ったらカレーは完成です。そしたらこれを盛り付けていきます。盛り付ける時にすでにチーズを作ります。はい、では盛り付けていきます。まずですねご飯を盛り付けます。ちょっと朝炊いたご飯をチンしました。そしたらこういうねなんか丸いね器をご用意ください。丸い器をまず軽くね濡らします。濡らしまして、ご飯を入れていきます。でこれを器に敷き詰めていきます。でちょっと入れてあげたら閉めてあげます。わあいいですね。ご飯をかたどるとご飯が少なく見える現象ってありますよね。そしたらここにカレーを盛っていきます。カレーはですねこの上に持ってきます。これね全然冷めちゃうから早くやんないとって思わなくて全然大丈夫。温かく食べる方法後で教えるからちょっと待ってね。でこんな感じでねキーマカレーをご飯の上に丁寧に丁寧に盛ってあげます。脇っちょに落ちたひき肉ちゃんはちゃんとピッキングアップピッキングアップしておいてください。そしたらポイント丸1、真ん中にくぼみを作ります。はい、そしたらカレーの下準備終わり。次チーズ作っていきます。耐熱容器にですね牛乳です。牛乳 50g、 ちょっと 56g 入ってしまいましたけど大丈夫です。50から60ぐらいだったら全然大丈夫。そしたら続いてそこに粉を入れていきます。粉はですねコーンスターチを使います。コーンスターチを小さじ1杯入れます。コーンスターチなんて持ってないよっていうねそこのあなた。片栗粉でもぶっちゃけ代用ができます。はい、こんな感じで混ぜます。ちょっとね片栗粉もそうなんだけどコーンスターチ入れるとダマになるので一生懸命ねかき混ぜてください。きれいにかき混ぜないと失敗します。ぶっちゃけね片栗粉でも代用できるんだけど片栗粉との違いっていうのはきめの細やかさなんですよね。コーンスターチで作った方がめっちゃね滑らかなチーズソースになります。でよくかき混ぜてあげたらここにチーズ入れていきます。チーズはね牛乳と同量です。ちょっと牛乳も多かったからチーズもちょっと多めだけど、大体50から60入れてあげて、コーンスターチと片栗粉で代用した場合もそうだけど下にね結構たまるのでかき混ぜながら電子レンジに向かいます。そしたら電子レンジに入れてあげて30秒加熱していきます。30秒加熱している間にこちらでは
卵の準備もしていきましょう。卵は卵黄だけ使います。卵白を入れてあげて、失敗しました。ちょっと待って、失敗しちゃった。どうしよう。ちょっとストップ。一回しばしお待ちを。はい、30秒温めたらまたねちょっとかき混ぜます。そこにね片栗粉とか溜まってなければ OK。 軽くかき混ぜてあげたら再度30秒温めていきます。ちょっと卵が割れてしまったのでもう一回卵チャレンジをします。卵チャレンジ。はい、慎重に。ちょっと待って、下手くそやばい。セーフ。はい、こんな感じでね卵黄だけ、作っておきます。チーズ温まったので、チーズ温まったらチーズ出すついでにカレーをちょっと温めておきましょう。だいたいねカレーも冷めちゃうので盛り付けてる間に1分ぐらい温めておけば OK。 チーズソースはですね温めるとこんな感じで溶けてます。そしたら軽く優しくかき混ぜていきます。でこの時ねなんか私の経験上なんだけど、これなんでかちょっとわかんないんだけど、あんまりねガシガシ素早くグワーってかき混ぜると分離します。優しくねゆっくり大きくかき混ぜるでいいです。この器の側面に押すような感じでこう混ぜていくと滑らかになります。チーズはねそんな意味がないのでたっぷりかけても全然問題ないです。はい、こんな感じでね、ほらいい感じに伸びるストップってなったら温めたカレーちゃんを出します。はい、カレーちゃんも湯気がもくもく立っていることを確認したらここにですねチーズソースをかけていきます。うわー、やばーい、めっちゃ美味しそう。はい、こんな感じでね盛り付けていきます。全面にまぶるような感じ。そしたらここに卵黄を入れていきます。このチーズソースはね冷めてもそんな硬くならないので焦んなくて大丈夫。うわー、めっちゃうまそう。最後にここにちょっとだけトッピング。私のおすすめはちょっと緑色が欲しいからパセリ、それとあとは可愛い感じだからピンクペッパーをちょっと振っちゃって、うわっめっちゃ美味しそう。これね熱いうちが美味しいから早速食べましょう。はい、こんな感じで真夜中のとろけるチーズキーマカレーの完成でございます。食べましょう。はい、ではいただきます。やばいめっちゃ深夜になってもうた。やばい、お腹空いてる。やばい、いただきます。うまジタバタめっちゃうまい。なんだこれ、チーズのまろやかな優しさの中にガツンっていうスパイシーがある感じ。やば。背徳だわ。みんなさ夜食って何食べてんだろう。今日のコメントのテーマは再度言うと、皆さんが思うおすすめの夜食とか背徳心高めの夜食、五臓六腑に染み込む夜食を教えてほしいんだけど、お菓子はちょっとダメ。お菓子はダメなの。いや、あっという間だったわ。もうあっという間になくなっちゃった。うますぎこれ。いや、最高に美味しいカレーができました。カレーももちろんそう、カレー単体で作ってもこれめちゃめちゃ美味しいキーマカレーだから、カレー単体でもぜひ作ってほしいし、このチーズソースはねぶっちゃけ万能だと思う。いやー、ということで風邪良くなるといいな。皆さんもね背徳の夜食を教えてください。ということで高評価とチャンネル登録、コメントお待ちしております。いつもありがとうございます。コメント全部見てます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。今日はこのチャンネル初のマトンカレーを作っていこうかなと思います。よし、こんな感じで炒めていきます。めっちゃうまい。マトンカレーの完成でございます。